東京八王子市。多摩丘陵の西の端に位置し、古くは城下町として栄えたこの地域は、今もなお自然と歴史の痕跡が色濃く残る土地である。そんな八王子には、夜な夜な語られる奇妙な話がある。今夜はその一つ。タクシーに乗り込んでくる幽霊の噂を紹介しよう。都心から離れたその静寂の中に、何が潜んでいるのか。少しだけ耳を傾けてほしい。俺の叔父は八王子で30年以上タクシー運転手をしている。昼夜問わず走り回るその仕事は俺にとってはまるで別世界のようだった。ある日、盆の帰省で実家に戻った俺に、叔父がふとした拍子にこう言った。お前、タクシーに乗ってくる幽霊の話、知ってるか？俺は酒を飲みながら笑って、それって都市伝説だろ。と軽く流そうとした。けれど、叔父の顔は笑っていなかった。むしろ、少し遠くを見るような目をしていた。信じるかどうかは任せるけどな。あれは、俺が実際に体験したことだ。その夜、叔父はぽつりぽつりと語り出した。あれは、もう15年くらい前か。梅雨が明けたばかりの蒸し暑い夜だった。俺は長房団地の裏手を流してた。あの辺は霊園もあるし、夜になると不気味なほど静かになる。ちょうど信号待ちしてたらな、助手席の窓をコンコンって叩く音がしたんだよ。振り向くと、白いワンピースを着た女性が立っていた。表情は暗くてよく見えなかったが、妙に無言で、ただ乗り込んできた。どちらまで？って聞いたら、下湯着までお願いします。って小さな声で言った。それだけ。あとは黙ったまま、ずっと静かだったな。叔父は、最初はただの夜勤疲れかと思ったそうだ。だが、途中で違和感を覚え始めたという。ルームミラーを見たらな、後部座席が空っぽなんだよ。でも、運転席の感覚では、確かに誰かが座ってる。重さがあるし、息遣いすら感じる。でもミラー越しには見えないんだ。車内にはかすかに土のような匂いが漂っていたらしい。それも窓を開けても消えない重く湿った匂いだった。俺、正直心臓バクバクだったけどな。客のふりしていたずらしてる女か、あるいはって考え始めたら頭がおかしくなりそうで
黙って運転してた。やがて車は下湯木の農道に差し掛かった。周囲は真っ暗で街灯もまばら。人通りなんて全くない。その時、女が初めて口を開いた。ここで降ります。ドアを止めると、後部座席のドアがすっと音もなく開いた。気配は感じる。だが、女の姿は見えなかった。お客様って声をかけても返事はない。シートにはうっすらと湿った跡が残ってた。まるで沼地から上がってきたみたいに。怖くなってその場をすぐに離れたおじは、数日後、仲間の個人タクシー連中にこっそりとその話をした。八王子のタクシー幽霊は、決してこのおじだけが体験した話ではない。実際、タクシー業界ではこうした乗車記録のない乗客や料金が支払われずに消える客の話が都市伝説として語られている。八王子ではこれにまつわる逸話が特に多い。中には霊園から駅へ向かう途中で乗った女性客が必ず同じ場所で消えるという噂もある。また、ある乗務員は後日タクシー会社に届いた料金を払えなかった娘の分ですという封筒を受け取り、差出人の住所を調べたが、そこは何年も前に火事で焼失した廃屋だったという。あの夜乗せた女が誰だったのか、なぜ下湯木だったのか、今でもわからん。でもな、一つだけ確かなのは、あれは間違いなく生きてる人間じゃなかったってことだ。タクシーのミラーに映らない乗客。行き先はいつも誰もいない山道の奥。あなたがもし深夜の八王子でタクシーを拾ったら、隣に座っているその人は果たしてこの世の人間だと言い切れるだろうか。おしまい。